ゲンガー。お前、消えたのか？メガゲンガー時代は、環境の最前線に立ってあらゆるポケモンを狩り尽くす死神だったじゃねえか。それが剣盾に入るとどうだ？誰も使ってないじゃないか。確かにメガ進化剥奪は痛い。でも、巨大マックスも獲得。高い素早さと火力を持ったお前が一体どうして消えちゃったんだ？一体誰がこのポケモンを環境から駆逐したんだ？マスダか？犯人連れてきました。お前か。ゲンガーさんよりはるかに速い剣盾最強のポケモン、ドラパルト。奴がいる限りゲンガーさんは上からボコボコにされちゃうし、速いゴーストタイプとしての仕事もドラパルトに取られちゃいます。そうか、疑ってごめんな、マスダー。理不尽に疑いをかけられたかわいそうなマスダさん。さんつけるの遅いっす。じゃあ教えてやろうぜゲンガー。お前がこの剣盾環境でも強いんだってことをな。何しとんねん。というわけで今回はゲンガーさんを使っていく感じですか。ゲンガーさん、サンムーンの頃には私たちもお世話になりましたね。メガ進化ポケモンの中では一番使った思い出深いポケモンだし、ゲンガーさんと私の絆は世代をまたいでも切れるわけがないんだぜ。などと剣盾発売後、一度もゲンガーさん使わなかったまんじゅうがほざいてます。それくらいドラパルトがヤバいポケモンだということさ。で、今回のゲンガーさんスカーフ持ってますが、あれでしょ、どうせスカーフで上から奇襲したりする方なんでしょ？バカ野郎。ゲンガーはエース、ただスカーフで一発芸して終わりみたいな使い方はしないんだぜ。ほう。今回ちょっと面白い並びを考えついていて、選出はヒダルマ、タチフサグマ、ゲンガーで行こうと思う。選出理由はおいおい解説していくぜ。ほう、期待っすね。お相手さんのパーティー。ドラパルトミミッキュ、ドリューズ、トゲキスカギゴン。この使用率トップ5プラス大魔最強ラプラス。まさに剣盾で消えたゲンガーさんが下克上するのにぴったりの相手と言えよう。トップ5で固めたパーティーも今じゃ少なくないっすね。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。さあ初手はヒダルマさん対ドラパルト。そう、ゲンガーさんの最大の宿敵はスカーフドラパルト。お相手はヒダルマを見てスカーフドラパルトを初手に投げてくるんすわな。でも、このダルマさんはタスキ持ちのダルマモードヒダルマ。スカーフドラパルトを返り討ちにできるってわけさ。だからこのように嬉しそうにスカーフ大文字を打ってくるドラパルトを、つらら落としでドッカーン。大マックスしてきてますけど。何やってんだ？ヒダルマ見て初手に来るドラパルトはスカーフだろ。なんで大マックスしてきてんねん。弱点保険なのか？お前弱点保険持ちなのか？これダイジェットされたらゲームエンドなのでは？それは話が違う。ドヤ顔で解説した私に恥かかせないでくれ。あれ、ダイバーン打ってきました。そりゃあ助かったぜ。弱点保険ドラパルトは最速で育てることはないから、ダルマモードで素早さ上がって次のターンは上取れますな。こちらの鉢巻きまでケアするとダイジェット打てなかったんでしょうか。あれ、玉ってことは弱点保険持ってないじゃん。心配して損したぜ。さあ一般的にはヒダルマの特性はゴリ夢中ですが、今回はダルマモード、HP が半分以下になると炎タイプが加わり、火力と素早さが上がります。ドラパルトが最速ならダルマさん負けちゃうけど、スカーフゲンガーさんが確実に上取れるから問題ないかな。ドラパルト最速じゃありませんでしたね。ダルマさんで突破できました。まあドラパルトって最速で採用しなくても、インテレオンくらいは抜けちゃうから、素早さ落としてるケースも少なくないよな。ダルマモードは全然見ないので対策も薄いですね。本当はスカーフドラパルトを想定してたけど、こんな感じでゲンガーさんの障害になりうるドラパルトを、ダルマさんが先に処理してくれるんだぜ。なるほど、最初に言ってた面白いパーティーができたとは、ダルマさんでドラパルト釣って返り討ちにして、ゲンガーさんを通していく戦術のことっすか。ダルマモードは技の内訳ができるから、あくびで引っかき回せるのも強いんすわ。この見た目であくび覚えるんすか。そしてドラパルトの次にゲンガーさんを環境から駆逐したのが、このミミッキュ。まずは影打ちをタチフサグマさんで透かして、ヒダルマさんは温存しよう。タチフサグマさん降臨です。よしよし。結果オーライですけど、ここ研磨されてたら怖くないっすか？何試合かしてて分かったんだけど、みんなあの場面甘えて影打ち打ってくるから、私も甘えちゃったぜ。なるほど。タチフサグマさんじゃレスクは耐えるから、化けの皮さえ剥がしちゃえばゲンガーさん独走体制よ。確かにうまいこと試合運びできてますね。ゲンガーさんメガ進化失って耐久はペラペラですが、ミミッキュの影打ちくらいならギリギリ耐えてくれます。あとタチフサグマさんはトゲキッス、カビゴン、ドユーズにも強く出れるし、防御に少し振ればミミッキュが玉持ちだったとしても耐えてるんだよな。人選ならぬポケセンがよくできてますね。今回はミミッキュの皮剥がすだけだったけど、十分な働きなんだぜ。タチフサグマさんお疲れっす。もう天敵ドラパルトもミミッキュの皮もありません。さあ全ては整った。ゲンガーよ。またかつての死神のような力を見せてやれ。
満を持してゲンガーさん降臨です。さて、ここまで見てるとだるまさんと立ちふさぐまさんが偉いだけ、そう思った人もいるかもしれないけど、このゲンガーさんこそがエース。実波ダイマックスと相性がいいポケモンで、圧倒的な制圧力があることをお見せしたいぜ。とりあえずここは大フォローっすね。しかしお相手さんゴースト技読みのカビゴン。あちゃー、それは痛いな。カビゴン以外だったら勝ち確定だったのに。裏のだるまさんはミミッキュの影打ちで縛られてますしね。でもミミッキュってダイアシッド耐えてくるから、さすがに大フォロー以外は打てなかった。というかまずカビゴンがきつくないっすか？ゲンガーさんの火力といえどカビゴンの特防はお化けです。カビゴンの型次第かな。ジョッキ持ちじゃなければ全然チャンスあるんだぜ。ほほう。最初から言ってるようにこのゲンガーさんはエース型。ダイアシッドで特攻をガンガン上げていって、大魔が切れてもスカーフで制圧っていう動きができるんですわな。確かに波のスカーフポケモンじゃスカーフゲンガー抜けませんし、元から火力のあるゲンガーさんが特攻を上げれば火力お化けが完成しますね。文字通りお化けだからな。よし、ジョッキじゃないしあくび型はかなりいいぞ。カビゴンは食べ残し持ちですね。食べ残し持ちってことは技構成は、あくび、守る、ノーマル技、あと一つみたいなのが多いと思うけど、それが DD ラリアットか自信じゃなければいけそう。あくびの眠りは第3ダーで無効にできるので問題ないですね。こういう時やギャラドスも意識しての10万ボルト採用なんですわな。サザンドラ用にマジカルシャインも欲しいところですが、サザンドラもドラパルトと一緒で、スカーフ持ちはヒダルマさんが誘い殺してくれるから問題ないぜ。ほへー。お相手さんヒートスタンプ、これゲンガーさんに有効だないみたいっすね。よしよし、これは全然いけるぜ。カビゴンの攻撃技おそらくヒートスタンプとノーマル技だけなんでしょう。ゲンガーさんに通る技が単純になかったって感じかな。スカーフ持ちなのでミミッキュに抜群取れるシャドボは押せませんが、特攻上がってるのでヘドロウェーブでもミミッキュは倒せますね。ゲンガーさんせっかくヘドウェア悪巧みを覚えられるようになったんだから、弱体化したなんて言わせないんだぜ。強化されたのに使用率が下がった珍しいポケモン。さあ時間だゲンガー、弱いお前なんか見たくないんだよ。ダイアシッドで特攻が 1.5 倍、スカーフで素早さも 1.5 倍、今のお前はメガゲンガーをも超える性能を手にした。教えてやろうぜ。カビゴンの特殊耐久をもってしてもな、止まらない死神がいるってことをな。ほらさすがは剣盾トップクラスの火力。これがドラパルト程度じゃ出せない力なんだぜ。ドラパルトを、カビゴンを、ミミッキュを、そして過去のお前すらをも超えていけ。ミミッキュ倒すのにシャドボなんか必要ねえ。これが新世代のゲンガーなんだよな。影打ちの急所以外はですけどね。最後の一瞬までフラグを立て忘れない実況者の鏡。ポケモン対戦会の死神はな、ここに復活したんだよな。ほら剣盾でもゲンガーさんをエースで使える日が来るとは。やっぱ強いゲンガーさんが見たいんだぜ。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。やっとゲンガーさんが剣盾で勝てるパーティーを組めた気がするんだぜ。さっきの試合はちょっとお相手依存みたいなところもありましたが、天敵のドラパルトやミミッキュがいても、普通に選出していけるのは嬉しいですね。サンムーンの頃は共に戦った相棒、好きなポケモンで勝てるのってこんなに脳汁出るんだな。なあ、俺は相棒とか好きなポケモンに入らないんか？さて、今回のお相手さんも強いポケモンばっかりなんだけど、ゲンガーさんでひねり潰してやろう。無視すんな。今度は初手立ちふさぐまさんの方がいいかな。お相手がいきなりダイマックス切ってこない限り仕事してくれそう。ふむ。いやー、ゲンガーくんの1試合目の活躍見させてもらったよ。同じ毒タイプとして誇り高いね。うつろいどさん、ゲンガーには変身しないんですか？いやー、ゲンガーになるのは難しそう。私幽霊怖いし。変身できる基準どうなってんすか？それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。さあ初手は立ちふさぐまさん対カビゴン。なんか理想的な対面になっちゃったぜ。裏にも立ちふさぐまさんの一環できてますしね。ここは交換ケアで守らずに叩き落とす優先かな。ただ最近は格闘技持ちのカビゴンも少なくないですが。いや、ジョッキ落とせただけでも十分すぎるぜ。てか岩石封じカビゴンって珍しいな。カビゴンは型が増えすぎてますね。そういやカビゴンで思い出したんだけど、最近は外出しなさすぎて A で黒いヘドロばっかり食べてるから、カビゴンみたいに太っちゃいそうだな。うつろいどさん、嘘だよな。えへへ。早急に痩せてください。でもゲンガーとダストダスは次のシーズンから巨大マックスが使えるようになるよ。確かにどっちも通常個体より巨大の方が使いやすそうだから、一回は使ってみたいかな。じゃあそれまでこの姿でボックス待機してるよ。これでカビゴンは突破っすわ。
立ち草熊さんとカビゴンでほとんど11交換みたいな形になりましたが、ジョッツカビゴンは少し重かったので、立ち草熊さんで処理できたのは悪くないっすね。2体目はトゲキッスか。岩石封じで素早さ下がってるからここは切っちゃっていいかな。立ち草熊さんの空元気はキッスに9割くらい入るので、悪巧みの余裕を与えませんね。立ち草熊さんよく頑張りました。ゆっくり休んでくれよな。で、本来ゲンガーさんってトゲキッスに有利なはずなんだけど、お互いダイマックスを切るとなぜか負けてしまうので、ここはヒダルマさんしか出せないな。ダイマゲンガーさんはキッスのダイジェット2発でやられちゃいます。あとダルマモードヒダルマさんは、トゲキッスが性格控えめとかならダイジェット5も上取れるから、結構有利なんだよな。素早さ種族値135は伊達じゃないっすね。さあここでお相手さんトゲキッスを温存。3体目は使用率急上昇中のアシレイヌでしたか。おやおや、これはゲンガーさんの毒技の一環があるぞ。ただアシレイヌは火力も耐久も一流の上に、ヒダルマさんから有効だが乏しいっすね。アシレイヌのアメダイストリームや、トゲキッスのダイジェット2発でゲンガーさん落ちちゃうので、ダイマックスのタイミングが大事になってきそうです。ここはあくびでいいかな。でもあくびはダイフェアリーで無効にされちゃいますよ。そう、それでいいんだ。ゲンガーさんには相手のダイマックスと対面させたくないなら、あくびでは相手のダイフェアリーを誘えばいいのさ。ああ、そうか。ゲンガーさんダイボールあるので、ここでダイマ切らせればアメダイストリーム受けることはないっすね。よっしゃ、お相手さん瞑想持ちだったか。これタスキ残ったのでダイマ切られても2ターンダルマさんで稼げるじゃないっすか。そう、これがダルマモードの強みなんだよな。普通はゴリ夢中だからつらら落とししかできないと思って流暢してくる。この認識の歪みが超アドバンテージをもたらしてくれるんだぜ。そもそもヒダルマがあくびを覚えること知ってる人も少なそうですね。とりあえず命中重視で少しでも削れる岩石封じでいこう。お相手はダイマックス。よーし、これは勝ったでしょ。やっぱりゲンガーさんは相手の後からダイマックスして、ダイアシッドで積みながらを掃除するのが一番強そうかな。それを可能にするのがこのあくびダルマさんで、不利な対面でもあくびで流せることによって、試合をコントロールしてくれるんですね。ヒダルマさんはそもそもの火力がバカ高いから、あくびしても交代先が削れるのを嫌って、そのまま突っ張ってくる相手も少なくない印象だぜ。あくびを覚えるポケモンの中ではダントツの火力。てか攻撃160の素早さ135って調整ミスレベルの強さです。というわけで狙い通りダイフェアリー打ってくれたんだぜ。アシレイヌは眠りませんがこれでダイマターンを稼げますね。ダルマモードの見た目もめちゃくちゃ好きなんだよな。炎氷っていう唯一無二の幻想的なタイプも評価高いぜ。ヒロアカにそんなキャラがいたような。ゲンガーさんのために思いつきで一緒に組ませたポケモンだけど、かなりしっくりきてて、私普段はサイクルよりのパーティーを使ってるんだけど、サイクルしないのも新鮮で楽しいな。いろんな戦術が使えると動画投稿も楽になりそうです。ダイマックスの仕様の成果中堅クラスのポケモンを使うには、今まで以上に組み合わせに悩むことが多いんだよな。舐めた並びでランクマ潜ると、すぐにダイマキッスやダイマカビゴンに蹂躙されてしまいますからね。その点でこのダルマさんはゲンガーさんのいい相棒になりそう。ヒダルマさんお疲れっす。またもや満を持してゲンガーさん降臨です。さあさばきの時間と行こうじゃねえか。さすがに瞑想アメダイストリームはオーバーキル食らっちゃうから、こういう場面での大ボールなんだぜ。やはり耐久が乏しいゲンガーさんは、技範囲一つ削ってでも大ボールは必須ですね。ダイマックスの時に狂って回転するのがお茶目で可愛い。巨大マックスじゃ見られない通常個体のメリット。まあでもかっこいいのは個人的に巨大マックスだから、解禁されたらやっぱ使いたいぜ。メガ進化に巨大マックス、人気投票10位と、ゲーフリにもファンにも愛されてます。おや、お相手さんも大ボールしてきますか。あれ、ここ大ストリームじゃないのは負け筋だと思うんだが。いくら瞑想積んでるとはいえ、その HP でゲンガーさんの火力を受けるのは無理があるんだよな。こんな感じでフェアリーに強いのもドラパルトにない部分なんだぜ。ちゃんと差別化はできるってことっすか。あとはダイマのないトゲキッス、さすがに余裕ですね。今回はゲンガーさんもだけど、特にヒダルマさんがいい仕事したんじゃないかな。2匹はいいコンビになれそうっすね。てかお相手さんスカーフでしたか。ドラパルトみたいに抜群も取られないし、毒の海に沈めて終わりよ。ゲンガーさん、環境トップ相手にもまだまだ現役です。やっぱ強いゲンガーさんは見てて頼もしいな。可能性はめちゃくちゃ感じるからこれからも使っていきたいぜ。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。